みんな、澄んだもんなのだ。今日も元気に行ってみよう。今日は遥か遠いユーラシア大陸の北部に位置する、あの大きな国、ロシアを紹介するのだ。みんな、知ってた？ロシアっていう国名、実は北欧の海賊、バイキングの一派、ルーシ族の名前に由来するのだ。まさか、バイキングが関係してるなんて、澄んだもんもびっくりなのだ。今日もロシアに関するニュースを3つ持ってきたのだ。中でも特に注目なのが、2つ目のニュースなのだ。ロシアでのフライトは、噂されるほど危険なのかっていう記事なのだ。みんな、ロシアの飛行機って危ないイメージがあるかもしれないけど、実はちょっと複雑な事情があるみたいなんだね。制裁の影響で部品が手に入りにくくなったり、古い機体をなんとか飛ばそうとしてる現状があるんだね。一体何が起きているのか、一緒に詳しく見ていくのだ。この動画がいいなと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いするのだ。早速、ロシアの最新ニュース、一緒に見ていくのだ。広大なユーラシア大陸にまたがる世界最大の国、それがロシアなのだ。その国土は東ヨーロッパから北アジアまで広がり、歴史あるストモスクワは壮麗な建築と活気に満ちているのだよ。かつてロシア帝国やソビエト連邦として歴史に名を刻み、現在は大統領制の共和制国家としてその道を歩んでいるのだ。人口はおよそ1億4,000万人で、多様な民族が共存する文化豊かな国なのだ。バレエやクラシック音楽、そしてドストエフスキーやトルストイといった偉大な文学作品は世界中で深く愛されているのだね。豊富な天然ガスや石油などのエネルギー資源が経済の大きな柱で、重工業も盛んなのだ。近年、国際情勢においてその動向が常に注目されており、世界の平和とエネルギー供給に大きな影響力を持つ国として、その存在感を示しているのだよ。一つ目のニュースなのだ。ロシアのウクライナ電撃攻撃で子供2人を含む死者という記事なのだ。ロシアがウクライナへドローンとミサイルで夜間攻撃したのだ。これで少なくとも6人が亡くなり、その中には11歳と14歳の少年2人もいたのだ。電力も数万世帯で止まったのだ。ウクライナのゼレンスキー大統領は、民間人への危害が目的だと非難したのだ。ロシアは侵攻を続け、ウクライナのエネルギー網への攻撃を再開したのだ。ウクライナは東部のポクロフスク市に特殊部隊を送り込み、ロシア軍の攻撃に対抗しているのだ。報復として、ロシアの国家以降で石油タンカーを炎上させる攻撃も行ったのだ。ロシアはこれを特殊軍事作戦と称するけれど、ウクライナや欧州は、いわれのない違法な土地奪取だと主張しているのだ。この戦争で何万人もの命と家が失われているのだ。二つ目のニュースなのだ。ロシアでのフライトは噂されるほど危険なのか？ニュース分析。ロシアは航空安全問題があると表明するが、モスクワ、タイムズのデータ分析は事態が複雑であることを示唆するという記事なのだ。ロシアの航空事故が危険そうに見えるかって？モスクワ、タイムズの分析だとちょっと複雑なのだ。公式には事故が増えているって言われているけど、ドイツの JACDEC 社のデータを見ると、死亡事故は近年、特に増えていないのだ。機体の全損も横ばいで、重大な事故も少し増えたくらいなのだ。でも、エンジントラブルや着陸失敗みたいな、軽微な安全違反は増えているのだ。これは、西側からの制裁で、航空機部品が手に入りにくいのが主な原因と考えられているのだ。2025年7月には、50年も前の古いアン24型機が墜落する事故があって、当局は51の地域航空会社を調べたり、アンガラエアラインズを運航停止にしたりしたのだ。制裁の影響で、ロシアの航空業界は大変なのだ。部品を密輸したり、使えない機体から部品を外して使う、共食い整備までしているのだ。このままだと、2030年までに多くの機体が飛べなくなるかもしれないのだ。最近の航空会社の安全検査は、国民の不安を和らげるためと、
飛行可能な機体を維持するため、さらに地域航空市場を再編する狙いもあるみたいだね。ロシアの公式データでは事故は増えてないって言うけど、実際のトラブルはもっと多いかもしれないって声もあるのだ。3つ目のニュースなのだ。ウクライナへのロシアのミサイル攻撃、2年半ぶり最多という記事なのだ。ロシアは10月、ウクライナへのミサイル攻撃が過去2年半で最も多くなったのだ。ウクライナ軍のデータによると、ロシアは10月にミサイルを270発発射し、これは前月より 46% も増えているのだ。2023年の統計開始以来、最も多い数なのだ。ロシアはウクライナの電力網を狙い、何万人もの停電を引き起こしているのだ。これは市民に心理的圧力をかけ、混乱を起こすための戦略なのだとゼレンスキー大統領は話しているのだ。10月には首都キーウを含む全地域で計画停電が実施されたのだ。国際刑事裁判所もロシア軍幹部に逮捕状を出しているのだ。ミサイルだけでなく、長距離ドローンも10月に5298発発射されたのだ。これに対してウクライナは、ロシアの石油貯蔵庫や精製所を攻撃して反撃しているのだ。文化豊かで資源も豊富な大国ロシア。しかし、ウクライナ侵攻で子供を含む多くの命が奪われ、国際情勢は緊迫。制裁で航空安全にも課題があるのだね。世界に大きな影響力を持つ国だからこそ、平和への道を探る重要性を強く感じるのだよ。今後の動向に注目なのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。